こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、空気感があっていいイラストですよね。猫団子さんの作品で、タイトルは更新。斉藤先生はじめまして。いつも動画を拝見し楽しく学ばさせていただいております。この絵は水彩絵の具で制作しました。猫に囲まれて嬉しそうな女の子の表情と背景の描写に力を入れて描きました。ただワクワク感や物語性があまり出せていないように感じており、質感の違いの表現についても悩んでいます。将来的には物語性があり、どこか儚く雰囲気を感じるような絵を描けるようになりたいなと思っています。他にも改善すべき点がありましたら、ぜひご指南いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします、とのことです。はい、ということで猫団子さん、素晴らしい作品をありがとうございます。ワクワク感とかね、物語性を強調したいっていうことでしたが、パッと見た瞬間これ、自分の世界を持たれていて、もう本当にね、素直にいい絵だなと思いました。はい、猫の仕草とかもね、一つ一つ丁寧に描かれていて、あとは目線もしっかりと意識されていますよね。もうね、何よりもこの絵アナログで描かれていることが、この絵のほのぼの感を手助けしているなと思いました。はい、あったかい気持ちになれますね。でですね、もうすでに出来上がっている作品なので、僕がこれ以上添削するのは野暮なんですが、こういう可能性もあるよというのを提示することで、この方がさらに成長できるかもしれないとも思うので、今回はね、そんな感じで添削していこうと思います。はい。でですね、僕がこの作品について、あえて足りないところを挙げるとするとですね、ご本人も気にされているワクワク感ともつながっていくことなんですが、動きですね。動きがちょっと足りないなと思いました。で、動きって一口に言っても、この場合はですね、2種類あります。1つ目は単純にキャラクターの動き。このね、キャラクターの動きがちょっと足りないなと思いました。で、もう一つは画面作りに関しての動きですね。画面全体の中でちょっと動きが足りないなと思いました。この2つの動きがあまりよく描けていないところもあって、この作品からは少し動きを感じないなと思う部分もあります。でもね、安心してください。この作品ちょっと部分的に変えるだけで動きが簡単に出ちゃいます。ただね、ポイントが結構今回は多いので、結構ね、集中して見てくださいね。この動画を見ていただければ、なんか自分の作品動きが足りないなというお悩みを払拭して、絵に動きを持たせる達人になっていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。じゃあですね、最初は画面作りの動きを出すところから始めてみましょう。まずはとにもかくにもこうします。はい、ですね、ちょっとね、上の猫がギリギリに画面に収まっていたような感じだったので、ちょっとキツキツすぎて、それが動きを感じさせなくなっていた原因の一つでした。なのでちょっとだけですね、スペースを空けて画面を広く撮ってみました。はい、ここから始めていきます。あとですね、これはちょっとキャラクターの動きにも関係することなんですが、このチャトラの猫の向いている方向ですね、これがちょっと気になります。どうします？はい、すいません。ちょっとね、前の猫と前後を入れ替えつつ、チャトラの猫が向いている方向を前に、こっち側に合わせました。なぜかっていうと、タイトルが関係していますね。この絵のタイトルは更新なんですが、この猫だけね、止まって、で、しかも後ろを向いていました。止まっているのはいいとしても、後ろを向いているとですね、この猫のせいで更新感がすごくそがれてしまうので、せめてね、みんなが見ている方向に合わせたという感じです。はい、そしてさらに画面に動きを加えていく工夫をしていきます。どうしましょうか？はい、塀に影を落としました。これが何の動きを表すのでしょうか？予想しながら見てみてくださいね。もうちょっと影を追加します。こっちにも入れちゃいましょう。はい、こんな感じ。ですね、もしかしたら感覚が敏感な方は見比べることでこれ感じ取ることができるかもしれません。いきますよ。これとこれ、これとこれ、どうでしょう？なんかイメージ変わりましたよね。添削前はですね、塀のこのブロック塀が水平垂直のこのラインを形作っていますよね。この水平垂直のラインってすごく安定した形なので、
画面からねこう動きを取り去ってくれる働きをします。なのでずっしり重たい感じだったり逆に安定したようなイメージを作り上げるにはいいんですが、今回のように更新という動きのあるイメージでそのままですねこの格子柄を残してしまうとちょっとね安定しすぎてしまうんですね。そういう時にどうすればいいのかというと簡単です。今回のようにですね影を追加してこの格子柄のイメージの一部を崩してしまえばいいんです。今ねここは格子柄として残っていると思うんですが、この影になっている部分の格子柄はあんまり見えなくなって逆にこういう模様が浮かび上がってきましたよね。こういう模様がこれで格子柄のイメージを崩してしまうんです。それだけでねちょっと安定性が崩れて画面に動きが出せちゃいます。これ便利でしょ。場合によってはねこの塀を物理的にぶっ壊してなんかこう上の形をこうデコボコにするとかいうやり方もあるかもしれませんが、このシチュエーションでそれをやるとなんか何があったのって興味がそっちに行っちゃうので、今回は影で動きを出すような処理にしています。あとはですねこうでしょうか。はい、まだこれはちょっと下準備なんですが、後ろの家を明るめに調整しました。そしてこうします。はい、この手前の葉っぱですね、この葉っぱの範囲を下に広げました。で今やったことの目的は2つあります。1つ目はこの後ろの家を明るくしてここの葉っぱのシルエットを強調したことです。はい、見比べると分かると思いますが、なんかここが目立つような感じになりましたよね。添削前は後ろの家と手前の葉っぱの明度がほとんど一緒だったので、この葉っぱのシルエットが埋もれてしまっていました。葉っぱのこのランダムなシルエットは画面に動きを出す上でとても効果的なので、ここを強調することで絵にも動きを持たせられます。そして2つ目はさっきも言ったこの塀の格子模様の印象をもうちょっと弱めるためですね。塀のこの一部だけでも葉っぱで隠すことによってさらに格子で作り上げた安定したイメージを和らげることができるので、隠すという手段も効果的です。さて次は若干キャラクターの動きにも被る部分ですが、このね今やった場所と同じ場所なのでまとめてやっちゃいます。こうします。はい、この前の方に座っている猫が座っていてあんまり動きを感じない猫なので、葉っぱの影を落として比較的目立たないようにしました。さっきね冒頭の方でなんで黒猫と前後関係入れ替えたのかっていうと、鋭い人はねそこちょっと気になったかもしれませんが、実はねこのためです。この前の方の葉っぱの影を落としてこの猫をそんなに目立たなくしたかったっていうのが目的としてありましたね。あとはねこの茂みに潜っていくような猫も描き足しました。でさらにこの後ろにいる黒猫、これはですねこのままでもいいんですが、ちょっとだけ変わった役割を持たせてみましょうか。こうです。はい、この後ろの黒猫、黒という色も相まって目立つので、絵作りという意味において特殊な役割を持たせてあげました。何かというと視線の誘導役です。この絵ですね大きく分けて、この上の世界とそしてこの下の世界の大きく分けてこの2つの世界に分けられているのに気づきましたでしょうか。塀の上の世界、そして塀の下の世界です。このあえてねこの塀にものすごく空間を作っていることによって世界がね上と下とで二分されていて、それがねこの絵のいい味になっているんですが、でもねあまりにも上と下とで関連がなさすぎるとそれはそれで空気が分断されすぎてしまって動きがなくなる原因にもなりかねませんでした。なのでこの上の黒猫ちゃんにはですね今にも下に降りようとしているような動きをしてもらって、この猫今下の世界に行こうとしているみたいな感じでね上と下とでつなぐ役割を持たせてあげます。そうするとですね目線がこう上から入ってきてこの下の方に興味が向かうんですよね。はい、あとですねものすごく細かいんですがこういうのもありです。
はい、塀に開いている穴なんですが、これね、前後の気配だけでも続きがあることを匂わせることで、前にも後ろにも世界は広がっているんだっていうことを表現できます。逆にね、添削前のようにちょうどよくこうぶった切れていると、この世界だけで絵が完結するので止まったような空気感が出るんですよね。これはですね、作者がどっちをやりたいかにもかかってきますが、この場合はタイトルが更新なので、動きを出すために画面外を感じさせた方がいいかもしれません。あ、そうだそうだ、あとはですね、これも効果的ですね。はい、ブロック塀は単調になりがちなので、このようにところどころ汚れとか、あとは欠けとかのね、ちょっとボコボコを書き加えてあげることで、絵に変化をつけて動きを感じさせることができます。さあ、絵作りについての動きはある程度出ましたので、あとはキャラクターの動きを少し強調しましょうか。特にこの女の子なんですが、もうちょっとですね、この更新というタイトルに相応しいような、意気揚々と歩いているような感じにするのもありなんじゃないかと思います。まずはこうかな。はい、これもですね、すごく細かいんですが、うつむいている感じが物静かで、こうゆっくり歩いているような感じになっていたので、少しこう上を向けて目線だけ下に向けながら歩いているような感じにしてみようと思います。まだね、1箇所だけしか変えてないので、そんなに印象は変わってないかもしれませんが、ここからちょっとずつ印象を変えていきます。髪の毛も少し調整します。はい、髪の毛は頭頂部が少し多く見えていることもあって、うつむいているような感じに見えていました。頭頂部をね、少しこう縮めて、なおかつ毛先を遊ばせることによって、上を向いてね、さっそうと歩いている感じに変化させることができると思います。あとは上半身のポーズもね、ちょっと調整してみましょうか。こうかな。はい、こんな感じ。手はね、こう、だらんと下に下げるんじゃなくて、ちょっとね、胸の前に持ってくる感じにしました。こっちの方がこう、意気揚々感が出るような気がします。あとは意外と大きいのが、この肩ですね。この肩をですね、ぐっと上に持ち上げて、前に持ってくると、なんかこれも元気な印象を強められる気がします。肩はね、意外と感情につながってますね。あとは、なんといってもここでしょうね。はい、女の子の足なんですが、この靴がですね、添削前は見えていません。ですが、ここはね、見せた方がいいと思います。こんな感じで、どっちも前も後ろも見えている必要はないんですが、今ですね、前も後ろも猫で隠れてしまっているので、どっちかの足は見せた方が、方針で前に進んでいる感じがしますし、地面とのね、この接地面が見えるので、絵としての説得力も生まれます。キャラがですね、何かに設置しているときは、その接地面は描いた方がいいです。確かにね、こう何かと何かが設置しているところって書くのめんどくさいんですが、そこをサボってしまうと一気に説得力がなくなってしまいます。この絵はね、そういう意味では絵としてのね、ちょっと弱さがあったので、そこは気になりました。で、ちょっとですね、キャラクターについてパーツで変えていったので、キャラの重心が少しおかしいですね。最後に少し全体的にバランス調整します。はい、こんな感じ。バランスが自然な感じになったと思います。あとは、なんか足りないと思ったらこれですね。はい、バッグを持たせてあげました。バッグを持たせるだけで、家から学校、学校から家、どっちでもいいんですが、なんかこの子の生活が想像できるのがいいですよね。はい。で、足を追加したら、影をね、追加しないと、なんかふわふわした感じがします。影を追加しましょう。
はい、こんな感じ。キャラクターのポーズを少し変更して猫の群れに加わって意気揚々と歩いているような感じを強調しました。さてここからは仕上げです。今ね非表示にしてしまっていたんですが、猫がねこう画面内にきっちり収まっていると、これも画面外を感じずにこの空間だけで完結したような感じになってしまうので、この絵のこう前後にも猫がいるような雰囲気を出してあげます。まずはこうです。はい、まずは女の子の足を見せるために子連れの猫は足の後ろに行ってもらいました。あとこのね前にも猫がいるんだよっていうことを見せるために見切れた尻尾もね下の方に描かせていただきました。さらに後ろの猫も若干調整です。はい、後ろの猫の位置も若干調整して女の子のスニーカーの一部を見せました。これだけでもねだいぶ違います。あとはねこの背景の後ろの方にも見切れた猫を追加して、この後ろにももしかしたら猫がいるかもという想像が働くようにしておきます。見切れさせるっていうのは画面の外を感じさせるための仕掛けなんですよね。はい、これを覚えておいてください。んでですね、猫を外側に若干寄せましたので真ん中の方に猫が少し足りなくなってしまいました。もうちょっと描いた方がいいかなと思います。猫追加していきますね。はい、まあ少し好みの問題ですが、猫がいっぱいいた方が更新っていう感じが出ますので、ちょっとだけね猫を追加してみました。足元の草が若干見えづらくなってしまったので、ここも描き足します。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ポイントではかなりねこう細やかな修正だったと思うんですが、全体で見るとかなりね印象がガラッと変わったのがお分かりいただけると思います。特に動きがかなり強調したのがわかるでしょ。はい、この添削では画面に動きをつけるにはどうすればいいのかというテーマでお送りしてきました。今日お伝えしたこと、動きといってもね2種類あります。絵としての動き、そしてキャラクターとしての動きです。今日お伝えした内容はどちらの意味でもかなりポイントが多くて内容てんこ盛りだったと思いますので、もしかしたらね一度見ただけでは理解が追いつかなかった人も多いかもしれません。そんな方はねぜひ何度か見ていただいて自分のものにしてください。今回の内容、たとえ一つでも自分で使えるようにすると絵作りの幅がぐっと広がっていくと思います。それと今回は横方向での絵についてお伝えしてきましたが、いや横方向はねまだなんとかできる。でも手前に迫ってくるような立体的な見せ方での動きのつけ方が苦手なんだよという方も多いと思います。そんな方にはこちらの動画気まぐれ添削144をご覧ください。画面に迫ってくるような絵での動きのつけ方について解説しています。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。